皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょう。今日もよろしくお願いします。さて、学生の皆さんが日本語を勉強していて難しいことは何ですか？急にどうしたんですか？N5 レベルは勉強したけど、まだまだ話すことは難しい。わかります。僕は無視ですか？じゃあ今日は日本語で説明する練習をしましょなるほど。う。ではここにスキットがあります。今から私たちがスキットを読みますから、イメージしながら説明を聞いてくださいね。今日は僕は何もしなくていい日だと思ったんですけど、国際交流パーティーですか？はい、いろいろな国の人が来るパーティーです。オラさんと和弘さんが話しています。はじめまして、オラです。はじめまして、和弘です。オラさんの出身はどこですか？ヨーロッパのポーランドです。わかりますか？あまり詳しくないですが、わかります。ドイツの隣の国ですよね。そうです。ワルシャワ出身ですか？いえ、ワルシャワじゃなくて、ブロツワフという町です。知っていますか？ごめんなさい。知らない町ですね。大きい町なんですか？はい、ポーランドで4番目に大きい町です。ポーランドの西、ドイツの近くにある町です。へえ、僕ヨーロッパに行ったことが一度もないのでよくわからなくてすみません。オラさんの町はどんなところですか？ヨーロッパは遠いですよね。ブロツワフはとても綺麗な町ですよ。オドラ川という大きい川があって、私はその川の中にある小さい島で過ごすのが好きでした。大学や教会も近くて、夜はライトアップが綺麗なんです。いいですね。ポーランドは何が美味しいんですか？ポーランドの有名な食べ物はピエロギという餃子です。何ですか？ピエロギです。写真を見せましょうか？こんな感じの食べ物です。チーズやじゃがいも、肉、野菜などいろいろな味があります。甘いピエロギもあるんですよ。わあ、本当に餃子ですね。美味しそうです。すみません。僕何も知らなくて。ポーランドに旅行に行ったらどこに行くといいですか？日本で一番有名なポーランド人は多分ショパンというピアニストですね。日本から旅行に来た人たちはショパンの博物館やコンサートによく行きますね。ショパンわかります。和弘さんはクラシック音楽を聴くんですか？ショパンやモーツァルトなど有名な音楽家はわかりますが、あまり聞きません。僕は日本のアイドルが好きで。アイドルですか？はい、オラさんはカワイズというアイドルグループを知っていますか？カワイズは大阪の日本橋という町で生まれた女の子3人のグループで2年前にデビューしたんですけど、日本橋は大阪の秋葉原みたいなところです。アニメの店やパソコンの店などがあります。それでカワイズのセンターはマイカという17歳の高校生なんですが、マイカは本当に歌が上手で、ダンスはできないんですけど、声が可愛くて、頭もいいんですよ。ファンの名前と顔を覚えていて、いつも元気で明るくて、アイドルも学校の勉強も頑張っているので、マイカと話したら僕も頑張ろうと思えるんですよね。もちろんカワイズの音楽も良くて、先月リリースした新曲は MV が YouTube にあるので、よかったらぜひ見てください。さよならフレンズという曲なんですが、これは有名なプロデューサーが作った曲で、マイカのソロパートが本当に。ああ、なんかすごいですね。機会があれば MV を見てみます。和弘さんはアイドルオタクですね。はい、好きなものがあると毎日楽しいですよね。和弘さん、わかりますよ。和弘さんの話はすごかったですけど、勉強になる言い方がたくさんありましたね。それでは順番にチェックしましょう。スタラジ日本語レッスン。静香先生、今日のスキットに何々という何々がたくさんありましたけど、えーっと、一度スキットを聞いてみましょうか。
いえ、ワルシャワじゃなくて、ブロツワフという町です。ポーランドの有名な食べ物はピエロギという餃子です。オラさんはカワイズというアイドルグループを知っていますか？ブロツワフはポーランドの町の名前です。ピエロギはポーランドの料理の名前です。そしてカワイズはアイドルグループの名前ですね。なるほど。その物の名前を言うときに使うんですね。例えば、寿司という食べ物はとても人気があります。どうですか？寿司はみんなが知っている食べ物なので、というを使わなくていいですね。駅の前にマクドナルドという店がありますとか、私はロンドンという町に住んでいますというのはナンセンスです。確かに、ブロツワフ、ピエロギ、カワイーズは名前だけではわからない人もいますね。はい、あまり有名じゃないものや場所、人の説明に使えるフレーズです。これをカジュアルにすると、ポーランドの有名な食べ物はピエロギっていう餃子ですとなります。名前を知りたいときは、何という料理ですか？何ていう店ですか？と聞けばいいですね。静香先生、A と B と A や B の違いは何でしょうか？いい質問ですね。ではよし、イメージしてください。1、冷蔵庫にバターとハムがある。2、冷蔵庫にバターやハムがある。1は冷蔵庫の中にバターとハムだけがあると思います。2はバターとハム以外にも多分牛乳とかサラダもあると思います。その通りです。A や B と言ったら C、D、E もあるけど、その2つだけを選んで紹介したという意味です。だから和弘さんは日本橋にはアニメの店やパソコンの店などがあると言ったんですね。日本橋にはメイドカフェやゲームセンターもありますが、2つの店だけピックアップしたんですね。もし和弘さんが日本橋にはアニメの店とパソコンの店があると言ったら、日本橋はその2つだけの街になりますからね。似ていますがイメージがかなり変わりますね。使い方に気をつけないといけませんね。などをつけてもいいですね。和弘さんはショパンやモーツァルトなど有名な音楽家はわかります。などがあると他にもいろいろな音楽家を知っているんだとわかりますね。最後に文、センテンスや形容詞をつなげる何々ての使い方を勉強しましょう。まずはスキットを聞いてください。オドラ川という大きい川があって、私はその川の中にある小さい島で過ごすのが好きでした。オドラ川という大きい川があります。私はその川の中にある小さい島で過ごすのが好きでした。この2つの文を川があってという言い方でつなげて1つの文にしています。これは手形のフレーズですね。N5 のレベルですが、なかなかできない人が多いと感じます。英語だったら and でつなげればいいと思うんですけど、助詞のとは使えないんですね。そうですね。ビギナーに多い間違いです。and という意味で助詞のとが使えるのは名詞の時だけなんですよ。例えば、コーヒーとケーキをくださいや、ここに犬と猫がいます。私の趣味は本を読むことと写真を撮ることです。などの文ですね。名詞だけ。ああ、そうですね。形容詞の時は静香先生は優しいと面白いです。じゃなくて、静香先生は優しくて面白いですになりますね。そうです。スキットを聞いてみましょうか。マイカは本当に歌が上手で、ダンスはできないんですけど、声が可愛くて、頭もいいんですよ。上手はな形容詞なので、上手でになるんですね。はい。かわいいはい形容詞ですから、かわいくてですね。静香先生、もう一ついいですか？和弘さんは文を最後まで言わないことがありましたけど。そうでしたね。スキットを聞きましょわあ、本当に餃子ですね。美味しそうです。すみません、僕何も知らなくて。
ショパンやモーツァルトなど有名な音楽家はわかりますが、あまり聞きません。僕は日本のアイドルが好きで。これは手で次の文につなげるポーズをしているんですけど、この後に来る言葉は言わなくてもわかりますよね。僕、何も知らなくて恥ずかしいです。何も知らなくてごめんなさい。とか、そんな感じだと思います。そうですね。言わなくても言いたいことが伝わるときは言わなくていいですね。ではもう一度スキットを聞いてみましょう。今回は少しゆっくりになります。今勉強した文法に気をつけて聞いてくださいね。はじめまして、オラです。あ、はじめまして、和弘です。オラさんの出身はどこですか？ヨーロッパのポーランドです。わかりますか？あまり詳しくないですが、わかります。ドイツの隣の国ですよね。そうです。ワルシャワ出身ですか？いえ、ワルシャワじゃなくて、ブロツワフという町です。知っていますか？ぶ、え、あ、ごめんなさい。知らない町ですね。大きい町なんですか？はい、ポーランドで4番目に大きい町です。ポーランドの西、ドイツの近くにある町です。へえ、僕、ヨーロッパに行ったことが一度もないので、よくわからなくてすみません。オラさんの町はどんなところですか？ヨーロッパは遠いですよね。ブロツワフはとても綺麗な町ですよ。オドラ川という大きい川があって、私はその川の中にある小さい島で過ごすのが好きでした。大学や教会も近くて、夜はライトアップが綺麗なんです。いいですね。ポーランドは何が美味しいんですか？ポーランドの有名な食べ物はピエロギという餃子です。ピ、何ですか？ピエロギです。写真を見せましょうか？こんな感じの食べ物です。チーズやじゃがいも、肉、野菜などいろいろな味があります。甘いピエロギもあるんですよ。わあ、本当に餃子ですね。美味しそうです。すみません、僕何も知らなくて。ポーランドに旅行に行ったらどこに行くといいですか？日本で一番有名なポーランド人は多分ショパンというピアニストですね。日本から旅行に来た人たちはショパンの博物館やコンサートによく行きますね。あ、ショパンはわかります。和弘さんはクラシック音楽を聴くんですか？ショパンやモーツァルトなど有名な音楽家はわかりますが、あまり聞きませんね。僕は日本のアイドルが好きで。アイドルですか？はい、オラさんはカワイーズというアイドルグループを知っていますか？カワイーズは大阪の一本橋という町で生まれた女の子3人のグループで2年前にデビューしたんですけど、日本橋は大阪の秋葉原みたいなところです。アニメの店やパソコンの店などがあります。それでカワイーズのセンターはマイカという17歳の高校生なんですが、マイカは本当に歌が上手で、ダンスはできないんですけど、声が可愛くて、頭もいいんですよ。ファンの名前と顔を覚えていて、いつも元気で明るくて、アイドルも学校の勉強も頑張っているので、マイカと話したら僕も頑張ろうと思えるんですよ。もちろんカワイーズの音楽も良くて、先月リリースした新曲は MV が YouTube にあるので、よかったらぜひ見てください。さよならフレンズという曲なんですが、これは有名なプロデューサーが作った曲で、マイカのソロパートが本当に。わあ、なんかすごいですね。機会があれば MV を見てみます。静香先生、今日のスキットはかなり役に立ったと思うんですけど、まだまだ気になる文法があって。どんな文法ですか？んですと、川の中にある小さい島や有名なプロデューサーが作った曲などの名詞に動詞がつく文法です。確かにこれは難しいです。次のエピソードでこれを勉強しましょう。
学生の皆さん、来週のエピソードも役に立ちそうですよ。はい、ぜひ次のエピソードも聞いてくださいね。質問があればいつでもコメントくださいね。では時間になりましたから今日はここまで。次のスタラジもお楽しみに。